こんにちは、北谷です。いつもは一人で車中泊キャンプに行っていますが、今回初めて息子と一緒にキャンプに行ってきました。フリードを2人仕様のフルフラットにして出発します。連休中で高速が渋滞していたので、途中まで下道で相模湖インターから高速に乗りました。出発から2時間半ほどで甲府に到着。まずは恒例のダム探訪。山梨県の荒川ダムに向かいましたが、管理事務所は閉まっていました。仕方ないので近くから眺めることに。お城の石垣のような堤体が特徴的でした。続いて金桜神社でお参りです。金桜の木は葉桜でしたが、写真でも春の素敵な姿が感じられました。ロープウェイと桜。ロープウェイは明日行ってみようか。富士山が見えるかもって。そして本日の目的地、昇仙峡森のキャンプ場に到着しました。こちらはもともとゴルフコースだった場所がオートサイトになっているようです。指定されたサイトに駐車して早速タープを張っていきます。サイトがそれほど広くなかったので車に連結させました。今回は息子と2人だったので、1人の時より全然楽に設営することができました。また地面が芝生なので息子でもペグ打ちできるくらい張りやすかったです。設営が終わったので乾杯。落ち着いたところで焚き火を始めます。まずは拾ってきた小枝と着火剤で。普段はなかなか手伝わない息子が率先して動く姿は新鮮でした。夕食は息子のリクエストで焼肉です。ダッチオーブンの蓋を鉄板代わりにして肉を焼いていきます。焼き鳥に牛肉、外で食べると普段より美味しく感じます。
食事の後は2人で焚き火を眺めます。なかなか2人でゆっくり話すことがないのでいい機会でした。夏の終わりに焚き火で花火。来年は打ち上げ花火が見れることを願います。花火の後は風呂で汗を流します。翌日に備えてもろもろ充電しつつおやすみなさい。2日目の朝、肌寒かったので焚き火で暖を取ることに。朝食はピザまんと肉まんを合わせて焼いていきます。すごいくっついてる。雰囲気補正もあると思いますが、なかなか美味しかったです。ピザと肉。私がそうなんだよ、それで。じゃあ半分ですかね。息子が楽しみにしているロープウェイの時間に合わせて撤収の準備を始めます。キャンプ場から30分ほどで昇仙峡ロープウェイに到着。早速山頂展望台を目指します。後方には昨日行った荒川ダムも見えます。天気も良く富士山もしっかり見えました。そして山頂展望台、何かと残念な景色が多い車中泊旅行ですが、今回は最高でした。山を降りてからも昇仙峡の雄大な景色に圧倒されました。今回のキャンプ地を決めるまで名前も知らなかった昇仙峡ですが、本当に素晴らしい場所でした。これからの紅葉シーズン、想像しただけでもテンションが上がります。初めての2人キャンプでしたが、息子も楽しめたようで何よりでした。また2人でキャンプに行きたいと思います。それではまた。